はい、皆さんこんにちは、ゆうです。今日の動画なんですけども、タイトルにもありますように DJI Osmo Pocket 3の便利なアクセサリーを見つけたので紹介しようかなと思います。で、サブチャンネルの方では昨日すでに紹介しましたけども、結構ね便利なアイテムだったので、こっちのメインチャンネルの方でも紹介しようかなと思い動画撮っております。で、その前にこちら、以前ね僕が動画で紹介したポケット3のこれもねアクセサリーなんですけども、これ購入された方ご存知かと思うんですけども、これに非常によく似た商品です。でこれ何なのかというと、ポケット3にこれガチッとつけまして、後ろにマグネットがついております。なので金属のマグネットがねくっつく場所だったらピタッとすっごくね強い磁力でくっつくことができます。でさらにここロック外すとこういった感じで稼働しまして、180度ぐらい、グリップにもなりますし、あとスタンドにもなるというね、すごい便利なアクセサリーです。で僕はこれをずっとね今まで便利すぎてもうポケット3につけておりました。ただね、何点かねちょっとね不満があったんですよ。例えば LED ライトが見えないとかね、そういった不満がありました。ただ今回ね購入したこちらですね、もうすでにポケット3につけてるんですけども、これもね後ろにマグネットがついていて、こちら稼働します。同じように、ただこれだけじゃないんです。今回のアクセサリーはこの前回紹介したアクセサリーにさらに拡張性が増しております。なので買ってみてねすごい便利だったので、こちら紹介してみようかなと思っております。で先に言っておきますと、値段がそこそこします。こちら最初に紹介したやつですね、以前こちらね2000何もかな99円かな、比較的お手頃に手に入る価格帯だと思うんですけども、こっちね倍以上します。 Amazon で今見ると5590円ですね。これね年末ぐらいに気になってて1回注文したんですけど、なぜかね届かなかったんでもう1回注文したっていう感じで、ようやくねちょっとレビューできるんですけども、こちらの商品と非常にねなんか形は似てますよね。こんな感じで後ろにマグネットがついていて、でパッと見ねなんかこっちがプラスチックでこっちが金属っぽい感じで、合成感が増しただけの商品かなと僕もね Amazon のページ見て思ってたんですけども、実際ね届いてみたら全然違いましたね。拡張性がものすごい。ということで何ができるかというと、もうさっとね結論から言いますと、まず先ほど言ったようにここ後ろに4点の強力なマグネットがくっついております。でさらに後ろアクションマウントですね、アクションマウントが出てきます。で他にもね三脚穴、4分の1の三脚穴がここ1個と、さらにそこにも1個ついております。で他にはねここコールドシュついておりますので、こういった感じで DJI Mic 2なんかも挿して使うこともできますし、あとねなんかライトとかもちっちゃいライト LED ライトとかもつけて撮影することも可能になっております。ただねこの DJI Mic 2ってもともとコールドシューにつけるとスカスカなので、ちょっとねスカスカ感はありますので注意してください。差し込むということはできます。でさらにですねまだあるんですよ。これ何か分かりますか？ DJI Osmo Action の磁気マウント、これが2箇所くっつきます。まず前面にこっちはね磁力じゃないのでちょっとね突きが弱いですけどね、カチカチしますけども、ここくっつきます。でさらに裏面磁力でしっかりがっちりくっつきます。ということは何ができるかというと、こういったネックレスマウントですね、ネックレスマウントにも簡単にくっつけることができますね。もしくはここのアクションマウントついているので、こっちのネックレスマウントのこの部分にくっつけることが可能になっております。で他にはねさらになんですけども、この部分アルカスイス5巻になっておりますので、普通にアルカスイス対応のこの三脚ですね、雲台とかにもくっつけることができます。でもう一点あります。こっちではねちょっと不可能だったことができます。さらにというのは何かと言いますと、これつけたまんまなんとね純正ケースに、こっちか、僕ちょっとケースをね使わないので
どうやってしまった？こっちか。違うな。こうか。はい。こんな感じで純正ケースにまでこれつけたまま入れることができます。ちょっとやばくないでしょうかね、これ。で、購入後に気づいた点なんですけども、重さと薄さと磁力ですね。この3点、購入するまでは気づかなかったんですけども、心配してたことですね。これも解消されました。なんと重さね、はい、じゃあちょっとね、重さ測ってみますね。こちら 62.8 です。 62.9、62.8。 じゃあこっちですね、 55.3 です。約 8g ぐらいです。8g ぐらいですかね。そんなに重さは変わらないです、正直言うと。もっとね、これ重たいもんだと思ってたんですけども、重さはほとんど 7g ぐらいしかね変わらないです。こっちのが 7g 重たいんですけども、僕ねもっとね金属製っぽいので重たいんかと思ってたんです。 100g ぐらい。じゃあ 7g しか変わらなかったです、重さで。次、薄さですね。見てください。こっちの方がね薄いんです。これこんだけ空間空いてますよね。こっちは全然空間なしなんです。なので僕ポケット3はケースに入れずにいつもポケットに突っ込んでるんですよ。あとカバンにそのまま入れたりするんですけども、結構ねこっちつけてるとかさばってたんですけども、どうでしょう、薄くなっております。でさらにこっちつけてる人分かると思うんですけども、起動した時にここのね LED がこっちは見えなかったんですよ。ここのカバーで邪魔ですけども見えます。であと購入しないとわからない点なんですけども、磁力の強さですね。こっち側が6点ついてるっぽいです。1、2、3、4、5、6とね。でこっち側は新しく買ったやつは4点なんですね、磁石が。1、2、3、4と。なので磁石弱いんかなと思ってたんですけども、結構強いです。で僕はこんな感じで Go3S のマグネットペンダントをつけて POV パチッとそのままつけるんですけども、一体こういった感じですね。こういった感じです。磁力ね変わらないですね、ほぼほぼ。こんな感じで購入後に気づいた点はそんな感じです。はい、いいとこ今お伝えしましたけども、ちょっとね気になる点もお話ししておきますね。気になる点なんですけども、こっちのモデルと違ってここのね、こっちのモデルはロック外して、こういった感じで動きがね、そんなにきつくなかったんですけども、こっちはロックがないせいか結構ねここの可動域がめちゃくちゃ硬いです。なのでこっちにもし慣れてる方はめちゃめちゃ硬いなって感じる場合があると思います。ただねいろんな角度でこういった感じで止まってくれます。なのでこういった感じで角度止めて好きなところで充電もしやすいのかなと思いますね。データ転送とか充電とかもこんな感じで逆にしやすいかなと思います。であとはこれもう取り付けてしまってるんですけど、後ほどね取り付け方説明するんですけども、取り付ける時ね結構ねキツキツでした。後ほどまた説明しますね、最後の方に。であと価格ですね。5000何ぼだったかな、590円。ちょっとねお値段高めですけども、こっちにもしね不満持っててなんかいろんな機能がついてたらいいなって思ってる人からすると、こっち結構価値あるかなと思いますね。でむしろこっちにも不満がない人は全然僕はこれでいいと思います。僕はこっちにね不満がなかったわけじゃないんです。さっき言ったようにここの LED ライトが見えないとか、あと胸につけた時に DJI マイクの居場所がなくなるんですね。 Go3S のペンダントとかつけた時に、そういった時にここにコールドシールがあって助かるっていうような感じ。それと角度調整の時に、しっかり止まってくれる。でそれ以外も三脚穴がここについてるとか、アルカスイス互換のプレートがついてるとか、ちょっと買ってみてそれは分かったんですけども、非常にねこっちよりか便利だったので、高いんですけどね購入してよかったかなと思っております。
であともう一点ちょっと気になるのが色ですね。こっちはねつけててそんなにブラックだったので違和感なかったんですけど、こっちはダークグレーっぽい色です。でね、素材はね何でしょうね、金属ですかね。多分金属だとは思いますね。ダークグレーっぽい色なのでちょっとねつけてるっていうのが目立つかなといった感じはします。まあ欠点といえばそんな感じですね。なので僕がよく使うシーンとしては、先ほど言ったようにスタンドとして使う。でポケット3を自立させることもできます。で僕よくハーバーランドとか海とかで撮るときに何て言うんですかね、船を縛り付けるなんかあるじゃないですか。こういうやつです。そこの上が鉄なんですね。なのでそこにピタッとくっつけてモーションタイムラプスとか撮れるのはすごいありがたいです。なのでスタンドとして使います。で先ほど言ったように磁石でペタッとくっつくことができます。なので POV もできます。でこういった感じで角度調整するとグリップ代わりになって持ちやすい、そして充電しやすいですね。このまま挿して充電することが浮かしてね充電することができるというねメリットがあります。でそれ以外にもコールドシューになっておりますのでいろいろなものをつけることができますし、僕は POV この Go3S のマグネットペンダントつけてやってますけども、ちょっと不安な方は、こういったちゃんとしたネックマウントっていうんですかね、それにつけてこんな感じでつけて運用することもできますので、もうね拡張性が半端ない全部入りって感じですかね。これすごい便利かなと思いました。で僕たまたまねポケット3をネックストラップつけて運用したいなと思ってたんですよ。っていうのは僕先ほども言ったようにケースつけない人ですから。で最近買ったのがこのストラップなんですね。これ三脚穴に挿すタイプのストラップなんですけども、たまたまこれ気づいてなかったんですけど買った後に気づいたんですけど、ここに三脚穴ついてるじゃないですか。なのでこういった感じで三脚の穴にストラップつけて、首から運用できるっていう方法も可能になって、ちょっとねめちゃくちゃ便利かなと思いました。僕はそんな使い方をしますけども、本当ねいろんな拡張性ですね。アクションマウントもつけれますし、アルカスイス互換にもなっておりますし、三脚穴も2個ついてますし、使い方次第で結構ね便利な使い方ができるアクセサリーかなと思います。はい、これはねもう今年最初なんですけども買ってよかったアクセサリーになると今のところは思っております。はい、ということでちょっとね取り付けだけ最後にお話ししときましょう。その前にこの DJI マイクミニですね。マイクミニはここにはくっつけることできないです。もともとねマイクミニのこのクリップっていうのがちっちゃいのでコールドシューにはつけれないです。もちろんねこういったカメラにも挿すことはできないので、マイクミニは無理です。はい、それは言っときます。じゃあちょっとね付け方だけ最後にお話ししときましょう。めちゃめちゃ硬いのでこういったねなんか金属の金具がないと取れにくいですね。こういった感じで。で僕本体全体にスキンシートを前言ったように貼ってるんですね。全部シート、傷がいかないようにもうあらゆるところ全部ですねスキンシート貼ってます。なのでちょっとねつけるのがきつかったのかもしれないんですけども、僕はちょっとスキンシート破れてしまいました。それぐらいちょっとねきついんかな。はい、商品は本体から外すとこんな感じなんですけども、取り付け方紹介しますと、取り付け方ここに右側に赤いスイッチみたいなのがありますので、これをオープンさせますとこうやって感じで開きます。じゃあ中にちゃんとねゴム、傷がいかないような1,2,3,4ですね四方ちゃんとゴムがくっついております。なので傷はいかないと思います。で取り付け方なんですけども、この後ろからつけるんじゃなくて前からいった方がいいですね。でつける目安としてはここの本体のそこの面ですね、面と
ここなんか出っ張ってると思うんですけども、ここはね合わした方がいいです、しっかり。というのはこういった立たした時にガタつくからですね。ちょうどこの面とここの面って同じですので、こういった感じでここのポケット3の本体のそこの面とここ合わせてください。でそのまま押し込みます。で僕の場合は先ほど言ったようにスキンシート貼ってるので結構ねキツキツですね。でそのままこういった感じでパチッと言うまで締めてください。であともう多分ね抜ける心配はほぼほぼないと思うんですけども、やっぱり心配ですので、こういったねちっちゃいネジが付属しておりますので、これをこの右側のところに穴がありますので入れていただいて、ちっちゃい六角レンチが付属しておりますので、そのまま締めてあげるって感じですかね。こんな感じで、これで取り付けは完了になります。であと付属物としてはこういったねハンドストラップ、ここにつけれるようになっております。ただ僕はつけずに運用しようかなと思っております。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。ポケット3のなんかマグネットマウント付きの拡張アクセサリーっていうんですかね。先ほども言ったようにお値段5590円でしたっけね。それなりにします。ただ他のメーカーさんですね、ウランジさんの商品とかも見ててもそのくらい値段する商品もありますので、買うのちょっとねお値段高くて躊躇してた方、もしね参考になればと思います。僕は買ってよかったかなと思います。あとはね心配なのは耐久性ですね。どのくらい耐久性が合うのかっていうのはちょっと心配なので、また使ってみて、どっかのタイミングでお話できたらなと思っております。はい、本日はこちらオズモポケット3の拡張アダプター磁気マウントっていう商品ですかね。またね概要欄リンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。こっちもねほんとおすすめです、普通に。はい、ということで今日の動画は以上になります。それでは。